白だよ。今日は腰用なんで海遊びには最適ですね。流れが弱いので安全です。朝ね6時頃が干潮だったんですよね。だから今干潮から2時間が経とうとしてます。まあ満潮になってもねこのサスが水没することはないので、まあ全然大丈夫です。西風2メーターかな、2メーター6メーターだったかな。まあサップはね5メーター未満って言われてるので、まあちょっと気をつけていこうかなと思いますね。6メーター吹いた時にはね。まあだけど西風なんでね、竹富島の方へ、寄せられるだけなんで大きいが流される心配はないと思います。とにかく朝から暑いですね。サスもずっと向こうまで続いてますが、これから少しずつね減っていく感じです。はい、じゃあ朝から宮古島サイダー行きます。ありがとうございます。はい、いただきます。うまい。あ、これちょっと塩の感じがある。雪塩って書いてあるもんね。癖になるほんのり塩味。今日ねもうちょっともう少し泣いてるかなと思ったけど、ちょっと少しねザバザバしてるね。
いや昨日ね夕方母と電話しててね、世間話なんかするんですけど、昨日の仕事のね失敗なんかをちょっと話したの。そしたら「ああ残念ね」って言った後にね、大したことない悩みだねみたいなまあそうだよね。世界中のね大変なことに比べたらね、仕事の失敗なんざもうどうでもいいことだよね。これサスの境目ですね。ほらこの波と境目とね、ああいいね。いや私のね頭の中の想像では、サップで漕いで沖に出て、でシュノーケルマスクとフィンつけて潜ってみたいなことを想像してたんですけど、実際やろうとするとなかなかちょっと面倒な作業だなと思いましたね。だってサップの上でフィンつけてマスクつけてでしょ。そうしてる間に結構流される時もあるだろうしね、なかなかちょっとこれはそう簡単にはいかないなみたいな。海蛇が登ってこうとしたよ。海の中はもう大体地形覚えたのに、水の上からだともう全然わかんないわ、これがどこなのか。すっごい静か。これどれぐらい大きなのかな。いつもシュノーケルしてる時とそんなに変わんない気もするんだけど、ちょっと海の中入ってみないとわかんないね。はい、じゃあサップ場でもう一本行きましょう。ウェルメイドスパークリングフルーツドリンクレモンミント、いただきます。先日ですね、アメリカのカンザスシティっていうところからねいらした、お客様からねいただきました。またその方ねコロラドから来たお友達も連れていらしてたんですけど、コロラドってどういうとこかなと思って検索したらすごい大自然なんですよ。これはもう行きたいなと思いましたね。できれば住みたいぐらいな感じでしたけど、コロラド皆さんも検索してみてくださいね。じゃあいただきます。瓶なんか倒れないぐらい今日もないでますね。いいですね。ほら最高だ。ウェルメイドのスパークリングフルーツドリンクレモンミント、いただきます。うまいうまい。アメリカってすごいな。
海上でツイッターやってる間にこっちまで流されてきちゃった。お、でっかい海蛇かと思ったらただのロープだった。本当それ多いね。海蛇だと思ったらもうロープだったっていうのがもう何百回もあるね。多分泳いでこの海勝負の森を抜けたことはないから、この前方の水色のところはね、俺は初めて来るところですね。もう他の島へ全然遊びに行かないから、こういう日にね、黒島のなんだっけ、中里ビーチだったっけで、あれ違ったな、中森ビーチ忘れちゃった。シュノーケルとか行けばいいんだけどね、どうしてもね一人だと他の島に遊びに行くのがなんか億劫でね。美しい妻でもいれば、美しく優しい妻でもいれば、どこの島でも遊びに行くのにね。ほらこの辺急に、お、透明だね、すごいね。透明で綺麗だけどね、なんかあまりサンゴとかがあまりなさそうな感じだよね。しかもね、魚影なんて全然見えないしね。このサップね、俺今日初めてやってみたんだけど、想像よりもねだいぶ難しいですね。バランスが左右に揺れるバランスすっごい難しいです。波がいろんな形があるから、それに合わせてバランス取るでしょ。でまたただ立ってるだけならいいんだけど、漕ぐ時にね重心がずれるから、これが相まってね難しいよサップ。カヤックの方が簡単だね、漕ぐのはね。こっちはこんな感じなんだね。おー綺麗だねここ。おおすごい、こんなになってんだ。思えばここにね、ここ満潮ぐらいの時、ここが満ちてる時にここに来たことがなかったから、初めてここ見たよ。多分ちょっとはっきり分かんないけど、多分一番奥の3番目のサスだと思うんですよね。全然もうサップで来るとわけ分かんない。すごい綺麗ですねここ。これはサバニツアー最高なんだろうね。ちょうどねこのビーチの深さとこの浮かんでるこの位置とのね感じが、この椅子のちょうど椅子の高さですっごい気持ちいいこれ。いいですね。しかも浮かんでるから、このほら座面が回る椅子みたいに自由にサップも結構いいとこありますね。シュノーケルしてまた戻って、シュノーケルして戻ってっていうのがすごいやりやすくて、フラットだからさ、カヤックだとちょっと面倒なんですよね。だからね、本当なんかこうちょっと悔しい気持ちで買ってみたけど、意外にサップ楽しいですね。レビューとか見ると、インフレータブルってなんか8年ぐらい使った人が水上で破裂したっていうか、帰るのが大変だったって言ってましたね。
ちょうどこれ座ったらさ、ここでなんかこれ食事できちゃうね、こうやって。なんかもう食べ物持ってくればよかった。手紙も書けるじゃん、ここでね。机になるね。あー、すごい感じだね。あー、帰って昼寝しようかと思ったけど、ここにずっといてもいい感じもするよな。最高ですね。ほら。